幸福とは魂のアレテに従った活動である。 INFJ の皆さん、表面的な楽しさでは心が満たされず何か違うと感じていませんか？実はあなたが求める本当の幸せのヒントは2300年前にすでに見つかっていました。今日は偉大な思想家たちが人生をかけて到達した INFJ の疲れた心を深く癒す3つの魔法の言葉をお届けします。この動画を最後まで見れば、なぜあなたもなんとなく楽しいだけでは物足りないと感じるのか、そして本当の心の安らぎを取り戻す方法が完全に理解できます。お疲れ様です。会社員ひなたの16タイプ分析へようこそ。このチャンネルでは特に INFJ の皆さんが抱える深い悩みや繊細な感性について心理学と哲学の両面から解説しています。私も INFJ として表面的な自己啓発では満足できず、もっと本質的な答えを求めてきました。今日はあなたの内面に本当に響く知恵をお届けしたくて特別な動画を用意しました。同じ INFJ としてあなたの心の奥深くにある答えを一緒に見つけていきましょう。INFJ の皆さん、こんな経験ありませんか？友人たちが盛り上がっているパーティーに参加しても心の底から楽しめない。みんなは笑っているのに自分だけ何か物足りなさを感じてしまう。私って楽しむのが下手なのかな？そんな風に自分を責めたことはありませんか？でもそれは全く間違いなんです。あなたが感じている表面的な楽しさでは満足できないという感覚は人類が何千年もかけて到達した深い知恵と完全に一致しているんです。今日ご紹介する3つの言葉はアリストテレス、エピクロス、トルストイという偉大な思想家たちが人生をかけて到達した知恵を一言に込めたものです。前編では心の疲れを癒し本来のあなたを取り戻すための言葉をお届けします。ひなたさん、僕も最近心が疲れ気味なのだ。この3つの言葉で本当に心は軽くなるのだ。そうですね、ずんだもん。特に INFJ の皆さんの心に深く響く言葉を選んでいます。では早速1つ目の言葉から見ていきましょう。1つ目の魔法の言葉です。この言葉を残したのは2300年前の古代ギリシャの哲学者アリストテレスです。彼は人間の幸福について生涯をかけて研究し、最終的にこの結論に到達しました。現代の心理学でもこの考え方は内発的動機理論として広く支持され、多くの研究でその重要性が示されています。 INFJ の皆さん、この言葉を聞いて胸の奥がじんわり温かくなりませんでしたか？あなたがなんとなく楽しいだけでは物足りないと感じる理由がまさにここにあります。 INFJ が本当に求めているのは快楽や刺激ではなく、自分の価値観に忠実に生きることから生まれる深い充実感なんです。私も実際に体験しました。去年の会社の忘年会で同僚たちが盛り上がる中、私だけ心から楽しめなくて、私って空気読めないのかなって自分を責めていたんです。でもこの言葉に出会って気づいたんです。私が求めていたのは表面的な楽しさではなく、もっと深いつながりや意味のある時間だったんだと。会社員として毎日のルーティンをこなす中で、これで本当にいいのかなと疑問を感じるのは、あなたの魂がもっと自分らしく生きたいと叫んでいるサインなんです。僕もなんとなく楽しいだけだと後で本当にこれでよかったのかなって考えちゃうことが多いのだ。そうなんです。ずんだもん。表面的な刺激に満足できないあなたの感性こそが、実は真の幸福への扉を開く鍵なんです。では具体的にどうすればいいのでしょうか？今日から始められる簡単な方法があります。今日一日を振り返って自分の価値観に従って行動できた瞬間を見つけてみてください。本当に小さなことで構いません。同僚への思いやりを示せた瞬間、丁寧に仕事に取り組めた時間、誰かに誠実に対応できた場面、その瞬間に感じた充実感こそがアリストテレスが言う真の幸福の正体なんです。私の場合、昨日は疲れている同僚にお疲れ様です、何かお手伝いできることありますかって声をかけただけでした。でもその時感じた温かい気持ちがどんな娯楽よりも深い満足感を与えてくれました。この一つ目の言葉から得られる大切なメッセージはこれです。表面的な楽しさに満足できないあなたの感性は正しい。でも心の充実感を得るためにはもう一つ大切なことがあります。それの2つ目の言葉に隠されているんです。2つ目の魔法の言葉です。真の快楽とは恐怖と苦痛からの自由である。この言葉を残したのは古代ギリシャの哲学者エピクロスです。彼は快楽主義の創始者として知られていますが、実は現代人が考える快楽とは全く違う深い洞察に基づいた快楽論を展開しました。ひなたさん、でも快楽ってなんだか良くないもののような気がするのだ。ずんだもん、実はそれが大きな誤解なんです。エピクロスが言う快楽は派手な刺激とは正反対なんです。感受性が高い INFJ は常に何らかの精神的な緊張や不安を抱えています。人混みにいるだけで疲れてしまったり、他人の感情を自分のことのように感じてしまったり、私も本当によくわかります。電車に乗っているだけで周りの人たちのイライラや疲れを無意識に感じ取ってしまって、家に帰る頃にはぐったり疲れてしまうんです。
めちゃくちゃわかりますよね。でもエピクロスの言葉を知ってから私の中で大きな変化がありました。派手な刺激や興奮ではなく、心の平静こそが最高の幸せだと感じる理由がここにあったんです。あなたの一人の時間や静かな環境を求めるのは逃避ではなく真の快楽への本能なんです。人疲れしやすいのも実はあなたが本当の幸せを知っているからなんです。ではどうすればこの恐怖と苦痛からの自由、日常に取り入れられるでしょうか。まず刺激過多な環境から意識的に距離を置く許可を自分に与えてください。 SNS を見る時間を制限したり、必要以上に人混みに身を置かないようにしたり、そして心配事や不安から一時的に離れる時間を意識的に作ってください。散歩、読書、瞑想、何でも構いません。大切なのは心が完全にリラックスできる時間を持つことです。何もしない時間に罪悪感を持たないでください。それはあなたの心を守るためにとても大切なことなんです。この2つ目の言葉から得られる大切なメッセージはこれです。静かな幸せを求めるあなたの感覚は2300年前から正しかった。でも INFJ の皆さんにはもう一つ特別な幸福のゲーセンがあります。それが最後の言葉に込められているんです。3つ目の魔法の言葉です。人は他人のために生きるとき本当の幸福を見出す。この言葉を残したのはロシアの文豪レフトルスタイです。戦争と平和、アナ・カレニナなどの名作を生み出した彼が人生の最後に到達した幸福の真理がこの言葉なんです。 INFJ の皆さん、人のために何かしたいという衝動を感じることってありませんか？困っている人を見ると放っておけない、相手の気持ちを理解しようとしてしまう。そんな自分をおせっかいかな、もっと自分のことを考えればいいのにって責めたことはありませんか？私も長い間そう思っていました。職場で同僚が落ち込んでいると自分の仕事が忙しくても声をかけずにはいられない。友人の相談に乗っていると気づいたら深夜になっている。そんな自分を境界線がない人って責めていたんです。僕も困っている友達を助けるのが好きなのだ。でもそれって自分を犠牲にすることなのだ。トルスタイが言っているのは自己犠牲ではなく他者への貢献こそが最も確実な幸福への道だということなんです。他者の幸福を願う INFJ の性格が実は最も確実な幸福への方法だったんです。現代の心理学でもこれはヘルパーセラピー原則として研究され、数多くの調査でその効果が報告されています。あなたの優しさは弱さではありません。それはあなたの最大の強みであり、同時にあなた自身を幸福へと導く源泉なんです。ではどうすれば健康的な他者貢献を実践できるでしょうか。大切なのは自分を大切にしながら日常の小さな親切を実践することです。無理をしない範囲で同僚への思いやりを示したり、家族に優しい言葉をかけたり、他者への思いやりを負担ではなく喜びとして受け入れてみてください。昨日はコンビニで買い物をした時に店員さんにありがとうございますって心を込めて言っただけでした。でもその店員さんの表情が明るくなったのを見て私も温かい気持ちになれました。3つ目の言葉から得られる大切なメッセージはこれです。あなたの優しさは最も確実な幸福への道。今日お話しした3つの魔法の言葉を振り返ってみましょう。幸福とは魂のアレテに従った活動である。表面的な悲しさに満足できないあなたの感性は正しい。真の快楽とは恐怖と苦痛からの自由である。静かな幸せを求めるあなたの感覚は2300年前から正しかった。人は他人のために生きるとき本当の幸福を見出す。あなたの優しさは最も確実な幸福への道。この3つの言葉に共通することって何なのだ？素晴らしい質問ですね、ズンドも。この3つの言葉の共通点は外的な刺激や他人の評価ではなく内面からの真の幸福を示していることです。そして INFJ の皆さんの感性と生き方は歴史上最も偉大な思想家たちと同じ方向を向いている証明でもあるんです。後編では人生の創造兵としてこの内面の安らぎを基盤に積極的に幸福を創造し意味ある人生を築いていくための3つの言葉をお届けします。今日の3つの言葉で最も心に響いたのはどれでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。同じ INFJ として皆さんの体験や気づきを共有していただけると私もとても嬉しいです。もしこの動画があなたの心に少しでも安らぎをもたらしたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。 INFJ の皆さんが本当の意味で幸せになれるようこれからも心に響く内容をお届けしていきます。また次回の後編でお会いしましょう。また次回なのだ。